製図の基礎を学ぶ。パート2、図枠、投影法、三角法。このパートでは、図枠、投影法、三角法といった図面を描く前に押さえておかなければならない基本事項を学びます。図面の大きさ。機械図面に使用される枠を図枠、または図面枠と言います。図枠には規定の用紙サイズが存在します。一般家庭で使う用紙のサイズは B5、A4、A3 あたりが多いですが、図面で使う用紙サイズはそれ以上のサイズのものが存在します。機械図面で使う図面サイズは A4 から A0 です。A0 の半分が A1、A1 の半分が A2、A2 の半分が A3、A3 の半分が A4 です。図枠の様式。図枠には各社で規定された様式が存在します。一般的には右下に表題欄が配置されます。表題欄には部品名や材料名などの情報を記載します。また、図枠の中央には中心線が入ります。この中心線は図面を折りたたむ時の目安です。そして、すべての図面サイズは折りたたみ後のサイズが A4 になります。表題欄に記載する情報や形式はある程度決まっていますが、機械や製品の種類により表記したい内容が異なるため、各社で独自の内容を記載することもあります。一般的に、表題欄には次に示す項目を記載します。品名、部品名称を記入、品番、図面番号を記入、個数、製作個数を記入、投影法、大三角法で記載していることを示す、尺度、図面に記載する、対象物の尺度、1対2など、材質を記入、日付、図面の作成日付を記入、承認欄、設計者、検図者、承認者の署名捺印。どのくらいの大きさの図枠サイズを使うか。図枠には様々なサイズが存在しますが、どのくらいの図枠サイズを使うかは、各対象物の大きさによります。図枠の中に収まるようにできるだけ小さな図枠を用います。必要に応じて尺度を変更しても良いですが、対象物をきちんと表現できることが重要です。したがって、小さすぎてわかりにくい場合は、図枠のサイズを一つ上のものに変更して、読み間違いが発生しないように、明確に表現できる図枠サイズを選択するようにします。図面は3次元の対象物を2次元に表現します。3次元の対象物を2次元に表現する場合、立体をある平面に投影することになります。投影とは光をある方向から当てた時の影です。影が映し出された面を投影面と言います。図面は投影を使って描かれます。投影の仕方には主に2つの種類があります。図面はヨーロッパを中心として発達し、モンジュの画法幾何学の理論をもとに第一角法という投影法を発明しました。一方、日本やアメリカでは一角法よりもわかりやすい第三角法を使います。日本のJISの製図法においても第三角法を用いることと規定しています。三次元の対象物は一つの投影面だけで表現することはできません。対象物は三次元なので最低でも2つ以上の投影面に投影させなければ形状を把握できません。図のように2つの投影面を直行させて4つのゾーンを作ります。第一角のゾーンに対象物を置いて直行する平面に投影して図面を描く方法を第一角法と言います。それに対して第三角のゾーンに対象物を置いて図面を描く方法を第三角法と呼びます。例えば、スライドに示すような3次元の対象物を第三角の領域に置いて投影すると A から F の平面に展開することができます。三角法のマーク。図面は採用した投影法がわかるようにマークを記載するルールとなっています。
日本ではJISで第三角法を採用して作図することになっているため、図に示すマークを図枠内に配置する必要があります。読み手は、このマークが図枠内にあると、第三角法で描かれていることが理解できます。三角法のマークの立体形状は図のようになります。ヨーロッパは ISO 規格、国際標準化機構により、第一角法を採用しており、図に示すように、左側面から見た形状を右側面に配置します。一方、日本で採用している第三角法は図のように配置して左側面から見た形状をそのまま左側面に配置します。正面図の選び方。三次元の対象物を平面に投影したときに形状が最も理解しやすい方向が正面図です。例えば図のフランジ形状を図面で示す場合、正面図として正しい方向はどちらでしょうか？答えは A です。A はフランジの形状、機能を最も明瞭に表す面だからです。なお、JISではフランジの正面図は側面から見た図 B とすることになっています。ただし、この形状の場合には A の方が形状を明瞭に表すことができるので A を正面図としています。第三角法に基づいて図面を描く場合、青い面に投影させた形状が正面図となるように、第三角のゾーンにフランジを配置します。正面図を補足する投影図の作成方法。正面図のみでその形状の全体が把握できない時があります。形状が把握できない場合は、各方向から見た投影図で補助します。第三角法では、正面図に対しての配置位置で次のように命名されます。正面図の上に配置する図、平面図、正面図の下に配置する図、下面図、正面図の左に配置する図、左側面図、正面図の右に配置する図、右側面図、右側面図の右に配置する図、背面図。正面図の上に配置される平面図は上面図とも言います。建築図面において、部屋の間取りなどは、上から見た図面が主となります。上から見た図を、建築図面では、平面図と呼ぶため、このように命名されたようです。補足するための投影図はできるだけ、少なくします。この例の場合、平面図、左側面図、下面図は存在しなくても形状が把握でき、寸法の配置も必要ないため除外します。機械加工される部品の正面図の選び方。機械加工される部品の正面図の選び方にはコツがあります。図面は読み手にわかりやすくすることが大切です。機械加工される部品の読み手として想定されるのは作業者です。作業者にわかりやすくなるように図面を配置する必要があります。旋盤加工はご存知でしょうか？旋盤加工とは、円柱状の材料を回転させながら、刃物を当てて材料を削る切削加工方法です。作業者が切削加工を行う場合、次のように切削対象物を旋盤加工機に取り付けます。作業者は図面を見ながら加工するため、作業状態と同じように図面を作成するとわかりやすくなります。旋盤は材料を右から左に加工するため、投影図を配置する場合は横長に置いた状態にすると良いでしょう。特徴のない部品の正面図。特徴がなく、機能面を表す面も存在しない部品の場合は、あなたの主観で正面図を決めることになります。一般的には、対象となる部品を横長に置いた状態にします。特にこれが正解というものはありません。図枠や見やすさを考慮して配置すると良いでしょう。この動画シリーズでは、設計図面を読めるようになるために、必要な基礎知識となる、次に示す内容を解説しています。ぜひ、モノウェブにチャンネル登録をお願いします。